はい、皆さんこんにちは。カチンチャンネルのかつみんです。これエンジンのかけ方なんですけども、セキュリティをですね解除してから、かけないと、でキーをひねってですね、キーをひねるっていうのもちょっと今時珍しいですけど、チェックオンってついたら全部回します。そうするとかかります。ちょっとねこんな感じです。で前回言っていたハンクラのね、ことなんですけど、このアップをパドルをねこっち側引くとローに入ります。で、クラッチをサイドブレーキを下ろしてアクセル踏むと動き出します。こんな感じでねなんですけど、こんな感じでちょっとねハンクラが長い感じです。でパドルをね上げていくとどんどんシフトアップしていくような、そんな感じになっています。で思っていたよりも運転しやすいというか、運転しやすいです。本当に思っていたより運転しやすい。騒音はねM5 とかに比べるとやっぱりラグジュアリーな車ではなくスポーツカーなので、走行音はねミラーの風切り音だったりとかタイヤのね、ロードノイズだったりとか、そんなのはねだいぶ車内にも響いてきますけども、エンジン音とかね、そういうなんかノイズっていうかですね、そういうのはあとマフラーの音とか車内にいるとねほとんど聞こえない感じですね。だからなんか皆さんが、マフラーのね、聞き比べじゃないけどマフラーの音を聞くために窓を開けろとかってよく言ってて、で僕はそれ意味あんまり分かんなかったんですね。前乗ってた車は窓開けても閉めてもあんまりマフラー変えてたんですけどね、これはノーマルですけど、前の車はマフラー変えてたんですけど、外からのねマフラー音ってあんまり聞こえなかったんですよ、窓開けても。なのでちょっとね理解できなかったんですけど、これは窓開けるとすごいですね。さすがにフェラーリの音っていうかね、バイクの音ね、バイクのマフラー音みたいなすごい軽快な音がねしますから、なのでね窓開けた方が確かに気持ちいいと思います。だからこういうトンネルとかね、今回は開けませんけどそういうのは気持ちいいと思います。ですごくね直進も安定していて、これはタイヤの影響もあるのかもしれないですけど、タイヤもね新品に変えたばっかりなんで、そういう意味ではねローズノイズも全然少ないのと、あとは変にわだちにタイヤ取られたりとかっていうこともなく、緊張しながら運転する必要があんまない感じですね。普通にフラットに、今カーブだからあれですけど、直線だったらね手離してても全然安定してますし、急にハンドル取られたりとかね、わだちに引っかかったりとかっていうこともないので、あとはそんなに確かに足回り硬いですけどね、そんなになんか具合悪くなるほど硬いわけではないですね。こういう道路だからもちろんそうなんですよね。一般道だとそれなりに感じますけども、こういうところはあんま問題ないですね。すごく快適に高速道路で移動もできます。それと BMW の M5 から乗り換えて気づいたのが、やっぱりエンジンが高回転型のエンジンなので、例えば今はだいたい6速でももう3000回転のちょい下ぐらいね、結構高回転なところを示す感じですね。BMW とかだと2000回転ぐらいで、100キロとか、なので、そういう意味ではこちらの方がやっぱ高回転型のエンジンだなっていう気がします。こういう悪い道路でもねそんなにロードノイズもちろんしますけども、すごくハンドル取られたりとかっていうのはないですね。結構順調です。なのですごく蘇生が良いというか、乗りやすいスポーツカーだなって感じがしますね。もっと乗りにくいのかと思ってたんで、最初はもっとハンドル取られたりとか、乗ってる最中になんか結構神経を使わないといけない車かなと思ったんですけど、なんか楽ちんです。なので1日に300キロとか4時間とかね、移動するのもそんなに辛くないですね。長距離は辛くないです。
あとはシートがねちょっとなんていうかな、いやでもシートもいいですね。純正シートいいです。変える必要ないなと思ってます。ただ擦れてるのでね、そこをなんかリペアというか、もともと欲しかったのは半分から下のがタンレザーのやつが欲しかったので、もしかしたらなんか今からね一生懸命お金貯めて専門ショップにね張り替えてもらうのもありかななんて思ってます。あとはそうですね、先ほどのクラッチの話なんですけど、バックにすると絶対蛍光効果になるんですね。もう半クラス使うので PPP、ちょっとだったらいいんですけど、何回かバックやると続けてやるとね、蛍光コーンが出て、それがすごく耳障りというか、なんかドキドキするじゃないですか、蛍光コーンとかブザーとかって。だからそこをなんとか直したいなっていうのもあるのと、あとは皆さんがおっしゃってるように2000年型のモデラはミッションが入りが悪いというか、例えばですね、そうだな、シフトチェンジしてもすごいラグがあるんですよ、それまでチェンジするまで。だからそうですね、スポーツっぽくないというかなんかよいしょみたいな、なんか中で誰かがチェンジしてるぞみたいな、でクラッチゆっくり外してるぞみたいな、そんなねちょっとそんな感じがするので、もうスパンスパンスパンっていかないんですよね。でシフトダウンももちろんスパンスパンとはいかなくて、でエンジンブレーキもそんなにはねうまくそうなんですよね、ポンポンポンみたいな感じでダウンはできないです。なのでそこもね2002年かな、2002年以降のチャレンジスラダーレのやつに変えるとなんかねはすごいいいらしいので、なんかコンピューターだけ変えれる手段もあるみたいなんで、そんなのもどっかで試してみたいなと思います。この車自体はすごく気に入ってるんですけど、確かに皆さんがおっしゃるようにクラッチに対する不安っていうのと、いやもう半クラ使いすぎだろうっていう不安とね、通常クラッチなんてさ、上手い人だったら別に10万キロの無交換でもいけるじゃないですか。通常はね5万キロ6万キロでねクラッチ交換なんてね感じなんですけど、この使い方だったら確かに4万キロぐらいですかね、4万で交換ですね多分。でこの車は2万キロの時にクラッチ交換してるみたいなんで、今4万キロじゃないですか。だから2万キロ走ってるんで、どういう走らせ方したかはちょっとわからないですけども、ただちょっとこの旅行が終わったらそのクラッチのね、状態をなんか見れるらしいんですよね、減り方が、どれぐらい減ってるかっていうのが見えるらしいので、それを見てもらおうかなって思ってます。それで必要であればねクラッチ結構しますからね。でも減ってたらやるしかないんで、クラッチね交換してもらおうかなって思ってますね。クラッチ交換はねさすがに自分ではできないので、けど部品だけで20万とかするじゃないですかクラッチってね。なのでちょっとねそこもでも気持ちよくね不安をなんか抱えながらカーライフって面白くないので、そこなんか完璧にね実はしてから乗らしたいなって思ってますけどね。そんな感じですかね、レポート的には。あとはこのスポーツモードとねノーマルモードの違いも、普通に高速道路走ったりとか街中走ってるレベルだとあんま分かんないですね。確かに足が硬くなるような気もしますし、でシフトはなんか僕の中おかしいのかもしれないですけど、スポーツモードにするとエンブレ効かないです。なんかダウンしたらクラッチ切りっぱなしみたいになっちゃって、でアクセル踏むとゴーンみたいな感じなんですよね。だから自分でアクセラレーションしないとそうですね、フォーンって吹かしてくれるんだけど、その後クラッチ繋がんない感じですよねなんだこれって感じ
出そう、そんな感じがします。スポーツモード、ただ発進時はねスポーツモードの方がいい気もちょっとしますね。半クラがちょっと短い気もします。一応まだ10日12日ですかしか経ってないので、12日とことないか、17日目なので、今のところのレポートはこんな感じです。結構古い車なので、このねライトがオートじゃなかったりとか、ウインカーもねオートで3秒で消えるのがなかったりとか、結構ねレトロなところでね、スイッチ類のねレトロなところで、いろいろ戸惑ってますけども、今のところはフェラーリライフエンジョイできてます。ということで車内からのレポートは以上です。はい、ではまたお会いしましょう。バイバイ。